離乳初期の頃を中心に離乳食についてお話をします。内容は1、始め時。2、離乳食の進め方と作り方。3、口の発達と離乳食の形態について。4、食べさせ方の順でお話ししていきます。まず、いつから始めていこうかというお話ですが、5ヶ月になると離乳食を始めることができるようになります。5ヶ月の頃になると、大人が食べている様子をじっと見つめたり、一緒にお口をもぐもぐ動かしてみたり、よだれが垂れてきます。これが赤ちゃんの食べたがっているサインですので、そのサインの様子を見ながら、5ヶ月か6ヶ月中に始めてください。予定より早く生まれた赤ちゃんは、修正月齢の5、6ヶ月頃に始めましょう。実際の離乳食の進め方ですが、はじめは1日1回の離乳食から始めていきます。授乳のタイミングの時に、まず最初に離乳食をあげてから、その後すぐに母乳かミルクを赤ちゃんが飲みたいだけあげましょう。3、4ヶ月の頃は泣いたらすぐに母乳やミルクという赤ちゃんがほとんどだと思いますが、離乳食が始まる頃には少しずつ授乳の感覚を意識しながら授乳のリズム、生活リズムを作っていきましょう。進め方はおかゆをトロトロにしたつぶしがゆから始めていきます。一さじから始めて2、3日ごとに一さじずつ増やしていきましょう。おかゆに慣れて1週間ほど経ちましたら、次は野菜を与えていきます。野菜もトロトロにしたものを一さじから始め、徐々に増やしていきます。人参やかぼちゃ、ほうれん草などのいろいろな野菜に慣れて2、3週間ほど経ちましたら、今度はタンパク質の食べ物を加えていきます。お豆腐か白身魚、固ゆで卵黄から始めていきましょう。初めての食べ物はすべて一さじずつから与え、赤ちゃんの様子を見ながら少しずつ増やしていきます。では、それぞれの作り方を見ていきましょう。つぶしがゆを作るのに、まずはおかゆを作っていきます。鍋にご飯とお水を入れ、火にかけます。沸騰したら弱火にして20分ほど煮ます。火を止めて7、8分蒸らして、おかゆの出来上がりです。大人のご飯を炊飯器で炊くときに、おかゆを一緒に作ることもできます。洗ったお米と5倍程度の水を容器に入れ、ご飯を炊くときに炊飯器の中央に置きます。通常通りに炊飯すると、ご飯と同時におかゆが炊き上がります。では、出来上がったおかゆを潰して、トロトロ状に仕上げていきましょう。離乳食用調理セットを使用して作っていきます。裏ごし器の上におかゆを取り、スプーンの背で潰します。潰されて出てきたものをこそげ落とします。お湯で硬さを調整して出来上がりです。とろみ加減はプレーンヨーグルトのとろみをイメージしてください。次に野菜を作りましょう。まずは野菜スープを作る要領で野菜を茹でていきます。野菜は皮を剥きます。
鍋に水を入れ、根菜類は水から、葉物は沸騰してから入れて煮込み、野菜が柔らかくなったら出来上がりです。汁の部分が野菜スープと呼ばれるものです。冷凍保存もできます。冷凍したものは1週間で使い切りましょう。では、人参をトロトロ状に仕上げていきます。柔らかくなった人参を鍋から取り出し、離乳食用調理セットの裏ごし器の上に乗せ、スプーンの背で潰します。潰されて出てきたものをこそげ落とします。先ほどの野菜スープを少量入れて、人参の出来上がりです。これくらいのトロトロ加減に仕上げます。ブロッコリーも作ってみましょう。茹でて柔らかくなったブロッコリーを鍋から取り出し、つぼみの部分だけを使います。裏ごし器の上に乗せ、スプーンの背で潰し、潰されて出てきたものをこそげ落とします。野菜スープで伸ばしたらブロッコリーの出来上がりです。これくらいのトロトロ加減に仕上げます。次はタンパク質の食べ物を作っていきます。まずは白身魚です。魚は敬遠しがちですが、良質なタンパク質を含んでいますので、積極的にあげてほしい食べ物の一つです。白身魚は刺身を使うと皮も骨もなく便利です。白身魚をトロトロ状に仕上げていきます。水を沸騰させ、魚を茹でます。中心までしっかりと火が通ったら取り出してすりつぶします。再び鍋に戻し、煮汁で硬さを調整しながら煮立たせます。水溶き片栗粉でとろみをつけると食べやすいです。次は固ゆで卵黄の作り方です。卵はアレルギーが心配される食品ですが、加熱によってアレルギーが起こりにくくなりますので、しっかり加熱をしていきます。鍋に卵と水を入れ、火にかけます。沸騰してから20分間、しっかり加熱をしましょう。茹でたら水に取り、殻を剥いてすぐに卵白と卵黄に分けます。卵白はアレルギーの素が多く含まれていますので、最初は卵黄だけを与えます。すりつぶしてお湯で伸ばすと食べやすくなります。心配であれば耳かき1さじぐらいの少ない量から始めましょう。このように初めの1ヶ月間進めていきますが、赤ちゃんにとっては初めて経験することですので、思い通りに進まないこともよくあります。目安の量はあくまでも目安ですので、食べる量は気にしなくても大丈夫です。計量は必要ありません。味付けの必要もありません。はじめは食べる量というよりは、いろいろな味に慣れることの方が大切ですので、味覚を広げるために、さまざまな食材でいろいろな味を経験させてあげましょう。その他気をつけてほしいことがあります。蜂蜜や
蜂蜜入りの飲み物・食べ物は乳児ボツリヌス症予防のために満1歳までは使わないでください。牛乳は鉄欠乏性貧血の心配がありますので、飲み物として与えるのは1歳を過ぎてからにしましょう。離乳食を作るときに利用する分には使っていただいて大丈夫です。初めての食べ物は十分に加熱し、少量から与えましょう。万が一アレルギー症状が出ても病院にかかることができるように午前中に与えると安心です。次にお口の発達と離乳食の形態についてお話しします。今はお口を開けたままの状態で母乳やミルクを飲んでいる赤ちゃんですが、このようにお口の動きが発達していきます。時期を追って見ていきましょう。5、6ヶ月で離乳食を始めると、まずお口を閉じてごっくんと飲み込むことから覚えていきます。舌の前後の動きで食べ物を喉の奥の方に運んでごっくんと飲み込んでいきますので、この頃の離乳食は舌の上で移動させやすいようにトロトロの状態にします。7、8ヶ月になって上唇、下唇ともに横に引っ張るということができるようになると、舌が上下に動いて舌と上顎で物が潰せるようになります。つぶつぶ状のお豆腐ぐらいの硬さのものが潰せるようになります。9から11ヶ月になると、口の片側を曲げる複雑な動きができるようになります。そうすると舌が左右に動いて食べ物を奥に運ぶことができるようになり、奥の歯茎でバナナぐらいの硬さのものを潰すことができるようになります。大きさは奥の歯茎に乗るぐらいが目安です。1歳のお誕生日の頃になって前歯が生え揃ってくると、前歯で噛み切ることができるようになります。このように赤ちゃんの成長とともに舌や口の動かし方が変わっていきますので、お口の動きをよく見ながらその時期に合った離乳食をあげていきましょう。最後に食べさせ方です。授乳ではなくご飯を食べるという環境を作るために、椅子に座り、エプロンをつけて食べることをお勧めします。まだお座りが安定しない場合は、バスタオルなどで固定すると落ち着きます。転落事故防止のために、赤ちゃんのそばからは離れないようにしてください。赤ちゃんと目線が合うように座り、離乳食の器を見せながら、おかゆだよ、おいしいね、などと言葉をかけてあげましょう。食べさせるときにスプーンを口の奥まで入れたり、上顎にこすりつけたくなりますが、お口の発達を促すために、スプーンを下唇に乗せ、赤ちゃんの上唇が閉じるのを待ちましょう。離乳食を食べてくれないと不安になりますが、食べないことはむしろ普段飲んでいる母乳やミルクの味と違うことがわかる証拠ですので、離乳食をあげる人がニコニコ笑顔で焦らずゆったりとした気持ちで進めましょう。赤ちゃんはまねっこが大好きです。大人も一緒に食べる姿を見せて、親子で離乳食を楽しんでほしいと思います。